はい、こんにちは、スカイチャンネルしゅんです。今私はカナダの、トロントピアソン空港に来ています。で今日なんですけども、このトロントからアメリカニューヨークラガディア空港にエアカナダで飛んでいきたいと思います。でもうチェックインに関してはもうオンラインチェックインで済ませてあります。ただちょっとオンラインチェックインで電子搭乗券が使えなかったので、多分航空券自体はユナイテッドで取ったのでそのせいだと思うんですけども、チェックインキオスクの方で搭乗券だけ発見して荷物預けていきたいなと思います。でフライトに関してはそんなに長くない、1時間ちょっと1時間半ぐらいのフライトになるんですけども、日本でいうところの、羽田伊丹ぐらいの距離になるんですけども、このレビューをしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、こちらがトロント国際空港エアカナダのチェックインエリアとなります。ご覧の通りチェックインキオスクの機械がたくさん並んでますね。でその奥に有人のチェックインカウンターもあります。日本の空港ではここまで無人化されたチェックインエリアってなかなかないんではないでしょうか。カナダ空港だと荷物の自動預けの機械が少し前にかなりの数導入されたんですけども、日本はこれから無人化が進んでいくのではないでしょうか。ではこちらで手荷物タグと搭乗券の印刷を行いたいと思います。じゃあチェックインしていきます。これエアカナダの何がいって日本語がちゃんとあるところなんですよね。はい、搭乗券と手荷物タグが出てきました。これでチェックインは完了ですね。はい、では荷物を、自動預け機でいいのかなで、預けたいと思います。よいしょ。もう完全に自動ですね。これでもう完了です。置くだけっていうなんとも簡単なシステムでしょうか。それではもう早速ゲートの方に向かいたいと思います。今、入国審査に向かっています。で普通であれば出国審査になると思うんですけども、カナダからアメリカの場合は、アメリカの入国審査をカナダの空港でできるっていう特徴があるんですね。なので最初に向かう先が入国審査、アメリカの入国審査になるんですね。あと日本からアメリカに行く時も乗り継ぎでカナダを使えばこのルートで行くことができるので、こっちの方が一般的には入国審査は楽に入れる。アメリカに行っても別に入れないわけじゃないんですけど、こっちの方が比較的楽に入国審査パスできるっていう風に言われています。ではアメリカの入国審査、パスしていきたいと思います。はい、しっかりとここに US カスタムズ&ボーダープロテクションって書いてあります。アメリカの入国審査です。はい、無事アメリカの入国審査パスしてきました。出口のところにアメリカの国境こちらみたいな風に書いてあったんで、多分今ここはもうアメリカっていう扱いになってるんじゃないかなと思います。はい、でこのトロントピアソン空港なんですけども、もちろんカナダで一番大きな空港にはなるんですが、その他にも、航空会社が、支払う空港利用料が、世界でなんと一番高い空港になるんですね。そのせいで航空券とかも高かったりするんですかね。日本からだと、エアカナダが、こちらの便を飛ばしてます。時期によっては、JAL とかも飛ばしてるのかもしれないですけども、とりあえず定期便は、エアカナダのみということですね。エアカナダは今回エコノミークラスで、僕スターアライアンスの上級会員でも何でもないんですけども、トロントピアソン空港ターミナル1には2つ、ターミナル3には1つ、プライオリティパスで入れるラウンジがありますので、そちらに向かっております。
でちょっとアメリカ線の、プライオリティパスで入るラウンジ、プラザプレミアムラウンジっていうんですけど、そこがなんかちょっと改装中で仮設みたいな感じのラウンジになってるんですが、まあまあどんな感じかちょっと見ていきたいと思います。はい、これがその、ターミナル1のアメリカ線にの、エリアの、ラウンジですね。プラザプレミアムラウンジと書いてありますが、やはり仮設って感じで、もう仕切り板1枚でもうそこにはすぐゲートがあるっていう感じの場所になってます。はい、失礼します。はい、ラウンジ出てきました。どうやらアメックスの、カードラウンジも兼ねているようでした。結構人は多くて、ソファとかでゆったりくつろげるにはくつろげるんですけども、やっぱり人混みを避けたいっていう意味でラウンジを、利用するのであればちょっとおすすめはできないかなと思います。でちょっとラウンジでゆっくり過ぎて、今多分搭乗ギリギリになってると思うので、ゲートまで急ぎたいと思います。はい、ゲートに着きました。もう並んでるお客さんもいなくて、もう最終って感じですね。ではそれでは、登場したいと思います。あれが今回乗る機材ですね。はい、もう最終登場でしたので、そのまんま登場したいと思います。いやー、危なかった。今回は、33の F という座席ですね。最後尾の、窓側、右側ですねになっております。今回なんですけども、こんな感じでエアバス320のダッシュ200ですね。搭乗率に関してはもうほぼ満席っていうぐらいで埋まってますね。見た感じクリスマスの次の日になるんですけども、まあ1時間半なんで、まあいいかなって感じですね。はい。モニターはまあ申し訳程度にというか、まあ普通にあるって感じです。まあ1時間半ぐらいのフライトなんで、そんなにも、大きく立ってる必要もないし、まあ十分かなっていう感じです。で、足元に関しては割と広々ですね。足まだ全然動かせますし、荷物置いてもちょっと広々してるぐらいなので、まあ全然問題ないんじゃないでしょうか。まあ一般的なエコノミーぐらいっていうところですかね。はい。
れですね、電源なんですけど USB ポートは1つここにあるんですけども、ここに本来であれば電源、コンセントがあるんですね。この大人の座席ちょっと映させてもらうとこんな感じであるんですけど、僕の座席これないんですね。なんかどうにかして開くとかいう感じでもないので、いやートリッキーですねこれは。いやまあ別にいいんですけど。My name is Kirsten. I'm your ship checker on to flight to service to New York LaGuardia. Your flight crew once again, Captain Marcel Matter, Disaster Trevor Shaw. 54 minutes in the air. They indicate 1 hour 47 minutes space gate. Atlantic cruising altitude of 29,000 feet. Weather once again in New York LaGuardia, 5 degrees Celsius with overcast skies. Your crew is please free service in English and French as well as Spanish tonight. In preparation for departure, please ensure your chair back and tray table are upright and your seatbelt is fastened. Aisles and exits need to be clear, and baggage, including larger portable electronic devices, such as laptops and computers, must now be stowed. Portable electronic devices should now be set to airplane mode. Your safety is our top priority. Please take a moment to watch the following demonstration outlining the safety procedures for this aircraft. At this time, earphones connected to a personal electronic device must now be removed. Thank you. 今回一番後ろの座席、予約した時はこの列誰もいなかったんですけども、実際座ってみたら隣に2人外国人の方が座られたっていう感じですね。で、反対側の ABC の方予約する時埋まってたんですけど、なぜか今誰もいない状態で、いやそっちにしたかった、なんでできなかったんだろうって感じですけど、まあでも座席もそんなに狭くないので、まあそんなに窮屈ではないかなっていう感じですね。はい、それでは離陸するわけです。はい、それでは離陸しました。いや、雲がなかなか厚くて上に出るまで時間かかったって感じですね。はい、それでは機内サービスがどうやら始まったようですね。ビジネスクラスの方だと軽食が出るっていう風に書いてあったんですけども、エコノミーはどうやら多分、飲み物だけのように思われます。やはり飲み物を配ってる感じですね。飲み物だけじゃなくて、この例えばプレッツェルとかいただきました。プレッツェル、ヤマナとかも入ってるすごくいい感じですね。はい。飲み物はコーラいただきました。美味しいです。プレッツェルとですね。プレッツェルいただきます。こんな感じでちっちゃい感じのプレッツェルが入ってます。スナックがさらに2回中に出てきたので、かなり食べ物に関しては気を使ってるんですかね。かなりたくさん出てきたっていう印象だったんですけど、はい、食べ物はしっかり出してくれますね。これはポイント高いですね。で、テーブルなんですけども、これも普通のテーブルって感じで、大型機材に比べるとやはり小さめにはなるんですけども、これだけ1時間半のフライトだったら十分だなって感じの、テーブルですね。言うて飲み物とプレッツェルしか置かないわけですから、iPad も置けますね。試しに置いてみましょうか。はい、iPad
iPad を置いてみました。全然余裕ありますね。iPad しっかり空気もあって、この感じだったら多分 MacBook も置けるんじゃないかなって感じです。飲み物ここにまだ置いたままこの状態なので、まあ全然余裕はあるテーブルですね。はい。入ってリクライニングなんですけど、今これが普通の状態ですね。では倒してみます。これが一杯の状態ですね。あんまりほとんど違いはないっていう、申し訳程度にしか倒れない感じですね。まあ1時間半でそんなに倒す必要ないです。倒してた方が若干まあゆったりできるかなってぐらいで、そんなにとてもゆったりできるっていう感じではないですね。はい、じゃあ座席モニター触りたいと思います。これ最初の画面なんですけども、英語とフランス語を選択できますね。英語をもちろん選択します。読み込みがすごい長いですね。かなり時間かかりましたね。めちゃめちゃ重い感じですね。最近タッチパネル式はタッチパネル式なんですけども、最近のものと比べてぬるぬる動く感じはないですね。なんか昔のパソコン触ってるような感覚で動いていきますね。今シートベルトサインについてすごい揺れ始めましたね。高架してるとは下がりながらだとは思うんですけど、いきなりすごい揺れ始めましたね。飲み物急いで飲み干さないとって感じなんですけど、ちょっとこの揺れは久しぶりに経験しましたね。結構多分画面越しでも揺れてるの分かると思うんですけど、結構揺れますね。そろそろ着く感じですかね。もうだんだん、降下してるので、もう着陸態勢に入ってるんじゃないでしょうか。いや、こうやって見るとトロントとニューヨークめちゃめちゃ近いですよね。アメリカ大陸でかいからこんだけ小さく見えるってのもあると思うんですけど、まあ、それにしても1時間半で、なかなか短いですよね。Please remain seated with your seatbelt fastened and keep the baggage stowed until the seatbelt sign has been turned off. Smoking is not permitted. Mobile receiving and transmitting functions may now be used. If you have a connecting flight, please refer to the screens inside the terminal or consult with one of our colleagues on the ground. Thank you for choosing Air Canada and Red Star Alliance for your travels today. We hope you've had a pleasant flight and look forward to seeing you again soon. Thank you and have a good evening.はい、飛行機降りてきました。ラガディア到着と出発動線分かれてないですね。もうそのまま出発ロビーに出てきたって感じですね。アメリカからすると多分アメリカの出国審査を終えているので、多分国内線扱いになるんですね。なのでボーディングブリッジから出たらもう出発ロビーと同じフロアに出発と到着が分かれてないっていう感じになるんでしょうね。はい、では荷物を今から受け取ってまた総括はその後にしたいと思います。はい、改めまして、無事にニューヨークラガディア空港に到着しました。いや本当にあっという間の1時間半でしたね。もう下手したら感覚としてはセントレアから羽田とかよりも短いぐらいの感覚で本当にあっという間でした。エアカナダに関してはまたニューヨークからトロントに帰る便と4月に、トロントから羽田日本に帰る便でもまたレビューをしたいと思っています。またその時にはアメリカ線と、他の長距離国際線との違いも絡めて、動画にしていけたらいいなと思っています。エアカナダ、今後も何回か乗る機会のある航空会社ですので、
皆さんもぜひ、エアカナダ乗ってみてはいかがでしょうか。特に学生の方なんかトロント、カナダ留学先としても有名ですので、エアカナダ使う機会あればまた今回動画参考にしていただければと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。